さんこんにちは、フジロクです。今回はこちらカフェリーヌエスプレッソというコーヒーの粉末を使ってキャラメルのチョコレートを作っていきたいと思います。コーヒーキャラメル生チョコですね。すごく名前は長いんですけども、とっても美味しい大人の生チョコになっています。それでは一緒に作っていきましょう。レッスンスタート。それではまずはじめにチョコレートを刻んでいきましょう。今回のチョコレートはなるべく製菓用のチョコレートクーベルチュールを使用してください。カカオ分は 50% から 55% ぐらいがいいと思います。板チョコを使う場合はブラックのチョコレートを用意してください。チョコレートはなるべく細かく切っておきましょう。細かく切っておけば置くほど作業が早くなります。チョコレートが刻めたらボウルにチョコレートを測っていきましょう。このチョコレートを測る時ですが、このようにカードで測ると手が汚れずに済みます。チョコレートは 200g 用意してください。少ない量で作るのは少し難しいので、たくさんできすぎてしまった場合、食べきれない場合は冷凍保存をしてください。冷凍保存はおよそ1ヶ月から3ヶ月保存することができます。ちなみに今回使用しているチョコレートは大東カカオさんのブラックチョコレートです。クーベルチュールの中でも比較的手に入りやすい値段なのでおすすめです。チョコレートが刻めたらこの中にバターを入れておきましょう。続いてキャラメルを作っていきます。キャラメル作りは必ずこのようなテフロン加工のものを使うようにしてください。グラニュー糖は一気に加えずに少しずつ加えて溶かすようにしてください。一気にグラニュー糖を加えて混ぜながら溶かしてしまうと砂糖が結晶化してジャリジャリとしたキャラメルになってしまうんですね。上手なキャラメル作りというのはこのように少しずつ砂糖を溶かしていくというのがポイントになります。混ぜたい時はこのように鍋全体を揺すって混ぜるようにしましょう。だんだんグラニュー糖が溶けてきましたね。溶けてきたら次のグラニュー糖を足すようにしましょう。そしてグラニュー糖を足したらすぐにこの溶けている部分で溶けていないグラニュー糖を巻き込んでいきましょう。早くグラニュー糖を溶かしてあげないとこの溶けている部分が先に焦げてしまうんですね。全体的に同じ焦げにしたいのでなるべく鍋を揺すって溶かすようにしてください。グラニュー糖が全部溶けたら今から焦がす作業に入っていきます。この時はお鍋は揺すらずにそのまま置いておきましょう。少し白っぽい小さな泡が出てきましたね。この小さな泡がぷくぷくと膨らんで大きな泡に変わります。そしてこの大きな泡がだんだん消えてきて黒っぽくなったら火を止めましょう。火を止めたら一気に生クリームを加えます。生クリームを加えると少し固まってしまうので、今からその固まった部分を再び溶かしていきたいと思います。もう一度火にかけて耐熱ゴムベラで混ぜ合わせていきましょう。そしてこの再加熱している時にカフェリーヌを一緒に加えていきましょう。これでコーヒーキャラメルが完成します。カフェリーヌは振るわなくても大丈夫です。カフェリーヌが入ったらおよそ30秒は混ぜ合わせておきましょう。弱火と中火の間で火にかけるようにしてください。最後はゴムベラで混ぜ合わせていきます。だいたい3分の2から半分ぐらいまで煮詰めてください。はい、こちらで完成です。このようにちょっととろっとするぐらいですね。あまりサラサラの状態でチョコレートに加えてしまうと柔らかすぎて固まらないことがあるので、少し煮詰めるようにしてください。それでは先ほどの刻んだチョコレートとバターにこの熱々のキャラメルソースをかけていきましょう。今回はこの余熱を使ってチョコレートとバターを溶かしていきます。すぐに混ぜるとどうしても溶け残ってしまうので、このまま1分以上放置してください。少し放置してから混ぜるときれいに混ざります。全体的にきれいなツヤが出たらコーヒーキャラメル生チョコが完成です。もしこの時点でチョコレートやバターが溶け残っているようでしたら湯煎に当てて溶かすようにしてください。湯煎の温度は必ず50度で溶かすようにしましょう。熱々の湯煎に当ててしまうと少し分離したような状態になってしまいます。
18センチ ×18 センチのスクエアの型にクッキングシートを敷いて、この中にキャラメルのチョコレートを流し入れていきましょう。できたらこのまま冷蔵庫もしくは冷凍庫で冷やし固めていきます。冷やし固めたらすぐにカットしていきましょう。カットをするときはまずは四隅の紙を外すようにしてください。そして包丁を温めてカットしていきたいと思います。包丁をしっかり温めるとこのようにきれいに切ることができます。1、2、3回ぐらい連続切ることができますので、必ず包丁を温めて切るようにしてください。そしてカットした包丁にチョコレートがつくのですが、しっかりこのついたチョコレートを拭き取ってから次の作業に移るようにしましょう。チョコレートつきっぱなしで包丁をもう一度温めてしまうと、包丁のところについたチョコレートが焦げてしまうんですね。カットしたら必ず拭き取り作業を忘れずに行ってください。チョコレートのカットができたら仕上げのココアパウダーとカフェリーヌを合わせる作業をしていきます。だいたい1対1の割合ですね。コーヒーの粉のカフェリーヌ、そしてココアパウダー、半々になるように合わせてサラサラになるまできれいにふるっておきましょう。できたらこれをチョコレートの表面にふるっていきましょう。はい、こちらで完成です。今は全体的にふるっているのですが、このカフェリーヌとココアパウダー合わせたものの中にチョコレートを入れて全体的にまぶすというのでも構いません。たっぷりコーヒーを感じたいという方はこの粉の中にチョコレートを入れてみてください。はい、ということで生チョコが完成したのでちょっと食レポをしたいと思います。こんな感じ。さあ、普通の生チョコと何が違うんでしょうね。いただきます。美味しい言葉が出ません。もうちょっと気持ちを整理して皆さんにお話ししますね。このカフェリーヌがめちゃめちゃ大人の味になってて、以前にキャラメル生チョコっていう動画をアップしてるんですけど、そのキャラメル生チョコでもだいぶ美味しかったんですけど、カフェリーヌが入ったら 120% ぐらいになった。このコーヒーって酸味があるじゃないですか。この酸味が入った。わかるかな？チョコレート、生クリーム、キャラメルってこの中に酸がないじゃないですか。チョコレートの中にも酸味があるチョコレートってあるんですけど、普通の、クーベルチュールってほとんど酸味がないんですよ。バローナの酸味が強い、種類とかもあるんですけど、普通の、板チョコもブラックだったりとか、クーベルチュールの、よくみんなが使うようなものっていうのは食べやすい感じにしてるんで、酸味があんまりチョコレートにはないんですね。でもコーヒーが入ると酸味がね入ってね、苦さ、甘さ、香ばしさ、キャラメルの、あと酸味が入ってワインのような味わいになります。今食べ終わってもう1分ぐらい経ってるんですけど、ずっとこの口とこの鼻に余韻がね残ってます。これはね美味しい美味しいからやめます。もう食べちゃダメ。これは1日3個まで朝昼晩で終わり。もうこれはね美味しすぎて食べ過ぎちゃうかも。もうとにかくねすっごく大人。食べたらもう目をつぶるってわかるかな、みんな。食べた瞬間にあって目をつぶる感じになってしまいます。はい、すごい美味しかったです。これはちょっとバレンタインでこんなん出してしまったらもうですよ。もう付き合ってくださいですねこれはすごいんで、ぜひ皆さんバレンタインに作ってほしいなと思います。はい、ということで今回の動画は以上になります。面白かった、ためになったという方はぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。